されども、今回はパスタですね。冷製パスタを作ります。オクラをメインで使っていくので、オクラの冷製パスタといった感じですかね。まずはオクラの掃除から。オクラって表面に薄い毛というかそういうのが生えてるので、しっかりと塩で揉んだ方がいいんですよね。その方が口当たりが優しくなるので。あとは、そうですね、色も鮮やかになりますし、アクもね、ほのかに抜けるというか、結構いろいろいいことがあるので、これ正確に言うと板ずりというんですけども、これをねした方がいいです。で、ネットに入った状態でこの作業をやった方が多分やりやすいんですよね。全部袋から開けて、まな板の上でやるとやっぱどうしてもちょっとやりづらいと僕は思うんですけど、なのでね、こういったやり方も参考にしてもらえたらと思います。結構しっかりねゴシゴシしちゃって大丈夫です。そしたら、茹でるためのお湯も準備しておいて、オクラは塩がついたまま茹でていくんですが、その前にこのヘタの部分と周りのねガクの部分というか、ちょっと色が茶色くなってて硬い部分ですね、それは掃除して外しておきます。それでこのやり方はちょっと丁寧なので、そうですね、私今日ちょっと時間ないわなんていう人は先端部分包丁でがっつりと落としてしまっても構いません。ちょっとだけロスは多いですけどね。オクラを茹でる時も少し塩は、お湯の方にしておきます。それでだいたい2分ぐらいもすれば十分だと思いますね。氷水に1回引き上げてしっかりと冷ますことで緑が鮮やかになるんで、これは見た目にも大事ですね。大事だと思います。そしてここからはソースベース作りです。ソースベースといってもちょっと和のテイストなんですけど、みりんと酒と、あと醤油ですね。醤油とお好みで魚醤も加えます。魚醤が苦手っていう方もいると思うんで、そういった方は無理に入れなくて構いません。その分を、醤油足せばいいと思います。とはいえね、やっぱ魚醤入れると全然味わいは変わるんで、おすすめはしますけどね。そしてあとは生姜とニンニクすりおろして、これも加えます。チューブのものでも大丈夫なんですけど、毎回これは言うんですけどね、僕はフレッシュの方がやっぱり香り風味とか全然違うんで、フレッシュのものを使ってます。そしてそれをおすすめしてます。はい。あとはこの味付けのポイントが梅干しなんですけど、これですね。この梅干しはしそ風味のものができればおすすめです。あまり甘めじゃない方がいいかもしれないですね、梅干しは。そしてこれもソースのベースに加えて一度沸かします。沸かしてニンニクと生姜の風味を引き出して、あとはみりんも入ってるんでちょっと一回沸かしたかったんですよね。そしてこれは長芋です。長芋もできれば入れたいですね。無理に入れなくてもいいんですけど、できればです。フレッシュな状態で、細かく刻んでおくだけで大丈夫ですね。これがね入るとまたいい感じにね美味しくなるんですよね。それで長芋も事前に軽く塩を打ってしっかりと旨味を引き出しておきます。その頃にはねソースいい感じになったんで、一旦氷水で冷やしますね。そしたら最初に茹でておいたオクラもここで細かくしていきます。オクラは最初の掃除しっかりと板ずりしたりすることで本当に美味しくなるので、ひと手間がこのレシピの最大のポイントって言ってもね過言じゃないんじゃないですかね。ボウルにはソースのベースとあとオリーブオイルをたっぷりと加えてしっかりとしたソース状にしていきます。この時点でね結構うまいんですよね。あとはたっぷりとオクラ、それと長芋も加えます。そしたらあとはしっかりと混ぜて粘りを出します。
もうべらぼうに粘りをね出しちゃって大丈夫ですね。この作業が美味しさの素みたいなもんなんで。それであとはちょっと濃度を見て少し調整の水を加えて様子見ましょう。ソースは出来上がったら出番が来るまで冷蔵庫でしっかりと冷やしておきます。この冷やすのもポイントです。冷やしが半端だとやっぱりちょっとね美味しさも半減してしまうので、そういった理由から冷製パスタはしっかりと冷やすことが大前提です。今回のパスタはバリラの4番ですね。標準の茹で時間が7分なのでプラス2分ぐらい多めに茹でてます。そして茹で汁の塩、これは水の量に対して 2% ほどしっかりと効かせておきます。理由は氷水で冷やすので塩味が少し抜けてしまうんですよね。なので塩はちょっと強めです。茹で上がったパスタの水気もしっかりと切れたら、ここでソースとパスタを合わせます。ここでもしっかりと粘りが出るようにパスタと絡めたら盛り付けに行きます。それではドレッセですね。パスタの上からオクラがたっぷりとこうかかるような感じで盛り付けるといいと思います。お好みでもしみょうがなんかあったら添えるとめちゃくちゃ合うと思います。うますぎる。分かっちゃいたけど。めっちゃ元気出るな、これ。オクラうま。このオリーブオイルとかニンニクとかが入ってるからパスタとの相性もめちゃくちゃいいし。冷たいパスタ暑い時にいいよな。これね、さっきのソースベースとオクラとか、長芋とかね、余ったらそれら合わせてちょっとこう漬け込んでね、冷蔵庫とかにしまっておけば、その後ご飯にかけてもうまいから、楽しみ方がねまだまだあるっていうね。というわけでオクラの冷製パスタでした。これはね暑い日に強い味方になると思うので、よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。